女の子が一人夜道を歩いていた。通りから外れ、人通りのない道だった。どこからか現れた背の高いマスクをつけた女性がゆっくりと近づく。ねえ、君。声をかけられた女の子は足を止める。何ですか？女性の目元が笑う。私、綺麗かな？その子は悩んだ。マスクをつけていて顔ははっきりとわからないが、綺麗な人のような気がする。綺麗だと思う。そう答えた途端、女性の目がつり上がる。これでもか。マスクを外した姿に女の子は恐怖でその場に座り込んでしまう。女性の口は耳元まで裂けていて、恐ろしい顔だったのだ。女性はゆっくりと隠していた大きなハサミを取り出す。答えられないのか。私は綺麗か。少女の目に映るハサミが徐々に大きくなる。答えられないのか。なら、お前も同じ顔にしてやるよ。口裂け女は1979年1月29日の岐阜日日新聞にて初めてメディアに登場した。実はその約1年前から子供たちの間で噂が広がっていたとも言われている。その後、瞬く間に岐阜県を中心に広まり、北海道から沖縄まで全国へと拡散し、社会現象となった。口裂け女の特徴は、その異様な風貌だ。白いマスクをつけ、赤いコートを羽織っていると言われることが多い。そして、マスクの下に隠された正体は、口元が耳まで裂けた恐ろしい顔。この恐ろしい口こそが、口裂け女という名の由来となっている。服装については、白い服を着ているという説もあるが、基本的には赤い服を着ているとされる。これは、返り血が目立たないようにするためだと言われている。また、口裂け女は服装以外にも、赤いスポーツカーに乗っている、赤いハイヒールを履いている、などの話もある。口裂け女はまず、通行人に、私、綺麗かなと問いかける。はい、と答えると、マスクを外してもう一度同じ質問をする。逆に、いいえ、と否定したり、無言でいると、彼女は大きなハサミや刃物を取り出し、相手の口を耳元まで切り裂くと言われている。また、彼女は驚異的な身体能力を持つともされ、100メートルを3、6秒で走る、身長が2、3メートルあるなどの特徴が語られる。しかし、万が一出会ってしまった場合でも、対処方法があるとされている。問いかけに対して、まあまあですと曖昧な返答をする。ポマードの匂いが苦手なので、ポマードと3回口にすると逃げる。べっこう飴が好きなため、投げるとそちらに意識が向き助かる。などだ。このように、都市伝説の面白い点は、地域ごとにディテールが異なることだ。伝言ゲームのように、広まる過程で不確かな情報がいつの間にか定着してしまうことがある。例えば、口裂け女の瞬足伝説については、ある記者が目撃された日付と場所を結ぶと、100km 毎時以上のスピードで移動していないと辻褄が合わないと指摘したことがきっかけだったと言われている。この発言がいつの間にか、口裂け女は驚異的な速さで走るという話へと変化し、定着したのだ。これはあくまで仮説に過ぎず、実際に誰かがその速さで走る姿を見たわけではない。では、次になぜ、彼女はこのようなことをするのかを考えてみる。この点についても諸説あり、事故で負傷し、顔が裂けてしまった整形手術の失敗。もともとは美人だったが、不細工な姉たちに嫉妬され口を切られた、などだ。そして、醜くなった自分の顔を見て気が狂い、子供たちを襲うようになったと言われているが、真相は定かではない。この都市伝説が広まった1970から80年代の日本は、経済成長の陰で社会不安が広がっていた時代でもあった。子供たちの誘拐や犯罪が社会問題となり、親たちは夜道を一人で歩いてはいけないと警戒を強めていた。そんな中で生まれたのが、この口裂け女の都市伝説だった。怪談や都市伝説は、社会や地域の継承として語られることが多い。子供たちを怖がらせると同時に、夜道を一人で歩いてはいけないという戒めの意味を持っていたのだろう。しばらく日本の子供たちを恐怖に陥れた口裂け女は、海を渡り海外へと旅をする。例えば、韓国には赤いマスクの女という話があり、
こちらも顔を隠した女性が突然現れ、恐ろしい運命をもたらすという。韓国では1983年に目撃例があり、90年代に入り流行し、2000年代初めに再度流行した背景がある。都市伝説は旅をし、時代や場所ごとに内容を変える性質もある。韓国ではマスクが赤くなって伝えられており、中国、台湾などでは魔物は直進しかできないことから、曲がり道を曲がれば助かるなど、その地域の文化に合わせ変化している。現在では口裂け女を見たといった話はほとんど聞かれないが、映画やフィクションの題材として定期的に取り上げられ、その人気は衰えていない。果たして口裂け女はいなくなったのだろうか。現代の日本では子供たちが夜道を歩く機会が昔よりも増えている。かつては地域全体で子供を見守る意識が強かったが、今では知らない子供には関わらない風潮が広がっている。多くの保護者は子供が一人にならないように注意を払っているが、それでも残念ながら子供が被害者となる誘拐事件は増加傾向にあると言われている。こうした状況は口裂け女が誕生した当時の社会背景とどこか似ている。もしかすると彼女は再び日本に現れるのかもしれない。